はい、大牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングさせていただきますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月の後半です。鳳凰の逆、ソードページ逆、ペンタクス6の逆、ワンドエース、ソードクイーン、節制、そしてソード10逆。はい、気をつけてください。対策がペンタクスのエースとワンドページ逆、そしてオラクルはじゃん、エンペラーの逆です。なるほど、そうですか。星の話もちょっとさせてくださいね。まずその2月の後半、特に一番大事な2月17日17日の日食に関しては、大下さんは社会とか仕事とか環境というところで起きますので、これからの半年間8月までの間に何か自分の生き方、環境、仕事に対しての立場、やり方っていうものが変わってくる可能性がありますし、変わらなくても自分でそのように意図していただいたらいくらでも自分にとって必要なものを引き寄せることができるよっていうタイミングになります。とてもいいです。そしてそれが終わった後ですね、すぐに2月19日からはまた太陽が魚座に入るので、お医者さんにとってはね、自分がその17日前後に掲げた目標とか夢に対して、じゃあこういうふうにやっていこう、一人じゃなくていろんな人の力を借りてやっていこう、仲間と共にやっていこうということで、人とのつながりや環境とのつながりっていうものが出てきます。新しい方向性っていうのかな、可能性っていうのかな、なんか一人で頑張るっていうよりも、こういうのを教えてくれるとこがあったんだとか、こういうコミュニティに入ってみようとか、その仲間とのつながりをもっと感じるとか、そういうフェーズに入ってきます。2月の19日以降ですね。なのであくまでも一人じゃないよっていうメッセージもありますし、もう一つ注意していただきたいことがあって、それは2月の26日から3月21日まで水星が逆行するんですね。で、水星というのはコミュニケーションとかビジネスとか自分の思考とか、そういったものを司る惑星なんですけど、それが地球から見た時に逆行しているように見える、実際は逆行してないんですけど、逆行しているように見えるということで、何か混乱しやすいとか、修正しやすい、ビジネスの契約書にしても勘違いがあったとか、コミュニケーションも誤解が生まれやすいとかですね、移動手段とかも電車とかが遅れやすいよっていうのがあるので、この期間はちょっと余裕を持って変更したりとか修正できるような余白を持っておくのがいいんじゃないかと思います。特にコミュニケーションに関しては確認をするってしていただけたらいいですし、ただ今回この魚座で起こる水星の逆行っていうのは、お牛座さんにとってはその夢を描くという面に関してはとてもいいんですね。とてもいいんです。で、今ちょうどこの17日の前後にこれからの自分の環境とか社会とか仕事みたいに対して夢を描きますよね。で、それに対して本当にそれって私にとっていいことなのかなとか、それってどうなのかなっていう疑いの気持ちが出てきやすいっていうのがあるので、誰でも疑いの気持ち出てくるんですけど、特にこの2月26から3月21日の水星逆行期間というのは、お医者さんにとってはその自分の夢に対しての疑いが出てくるんじゃないかなっていうふうに思ったんです。で、それってじゃあそれがどういうふうに役に立つのか、ちゃんと問題を細分化して考えていけば、それは全然無謀なことじゃないとか、悪いことじゃないって分かるんですけど、でもちょうどこの時期の魚座のエネルギーっていうのはちょっともやんとしてるというか、境界線がない、はっきりしないエネルギーで、どちらかというと夢を描くとか想像するとかはとってもいいんですけど、分析するとかはっきりさせるっていうのはちょっとやりにくいタイミングになるので、あくまでも想像しておく、こうなったらいいな、ああなったらいいなっていう引き寄せの法則じゃないですけど、自分にいいものを想像して、心地いいものを想像して感じるっていう風にしていただくとめちゃくちゃいいんですけど、それを疑い出すとまた疑いのループに入っていくので、そこだけ注意してくださいということです。そして何かね、このカードを見てもそうね、なんだか今すでにこの自分が信じてきた道とかいいと思ってきたやり方に対して少しなんか修正をしたいみたいな、そういう感じもあるかもしれません。人って
なんかそのもの自体が危ういから疑うというのではなく、自分の状態が不安定になったりちょっと調子が悪かったり自分とちゃんとつながっていない時にそれを外側に投影して、なんか周りのことが不安定な気がするみたいな感じするけど、本当は自分自身だったりしますよね。なのでちょっとここで言われているのが、ここまでの間に出てきたなんか経済的な問題とか、自分がこれまでやってきたことがあんまり生かされていないとか、なんかこのカードってとても分かりやすいんですけど、例えば自分はこれだけお金をかけてきたのに自分はこれだけしか得られていないと思ったりとか、誰かに対してこんなにやってあげてるのに誰かからはなんかそのお礼の言葉もないとか、そういうアンバランスだなってアンフェアだなって感じるような、体験があったのかもしれませんね。例えば、なんか経済的なこともね、一緒に誰かと暮らしてやってたら、私はこんなにやってるのに誰かはやってないとか、これだけかけたのにみたいな、そういったことを感じてるかもしれません。だからこそちょっと疑いたくなったりとか、本当にいいのかなって思ってるっていう感じがあるんですけど、ただこういう星のタイミング、2月17日とかもしくは19日とか、そういったタイミングってすごく切り替えやすいタイミングなんですね。でなった時に、ここでやっぱりお医者さんは腐らずに、でも自分にとってプラスなものを選択していくわっていうことでやる気になってます。とてもエース、ワンドのエースっていうのは自分の情熱を使っていくぞみたいな感じがあるので、すごくいい切り替えができると思います。17日ぐらいには。でそしてその後ですね、また一瞬ちょっと疑いたくなる気持ちとか、なんか自分から積極的にいくっていうよりも他者から自分を引き上げてほしいみたいな、そういった気持ちにもなりそうになりますけど、でもここでやっぱりまた節制っていうカードが出てきて、やっぱりちゃんと落ち着いて考えてみたら、感じてみたら、自分にとってプラスなことしか起きてないなっていうことが分かるっていうのがあって、これは自分の潜在意識と顕在意識のバランスが取れるよっていう意味もありますし、また今自分がいる場所や環境と自分が理想とする環境や理想とする人たちとのつながりもできるよっていうのもあって、とてもこれはいいです。もう本当に仕事で言うなら転職に関わってるみたいな感じもありますし、そのためになんか自分は決めるんだって感じがあります。そしてその後ソードの10の逆なので、当たって砕けろぐらいの感覚で怖い恐怖を超えていくんだなっていうふうに出ていますね。これは素晴らしいです。誰でも何も問題なく、何も心配することなく進んでいくことがいいことではなくて、やっぱり何か自分が超えていくものがある時とか、変えていくものがある時っていうのはそこを超えますよね、その恐怖を。でこれは自分がそれを超えた後に夜が明けるよっていうカードなんですね。これ怖い、もうダメかもって思うけど、やってみたらよかった、やっと夜が明けるみたいな、そんな感じなので、おそらく何かこの17日ぐらいに大志田さんが感じた自分にとっての本当の道って何かなっていうことに対して動きが出てきて、それを超えていく勇気も出てくるし、チャンスもあるんだなっていうふうに思います。やっぱり気をつけることとして言われているのが、ちゃんとそれを持っていけますよって、自分がこれまで失ったんじゃないかと思っていたものとか、不公平だと思っていたものっていうのはちゃんと自分の中にあるし、ちゃんとそれを確かめていけますよっていうふうに言われてるんですね。でそれプラス、それは焦らないでねみたいな、一歩ずつだよって言われてます。これ一歩ずつしか進めないんですよね。一足飛びにはいけない。そしてやっぱりオラクルの一番大事なカードっていうのは皇帝というカードです。これは逆ですけども、政治だったらもう自分の強さとか自信とか、もう絶対的な力みたいな強いものなんですけど、逆位置なのでまだそこまで自信がないみたいな感じかもしれませんが、これはおそらくこの2月末の動きやこれから先のご自身の動きによっていくらでも政治になります。自分の本当の強さを信じるための流れなのかもしれないし、それを信じてやっていけばいくらでも本当に自分の理想の生き方や世界になっていくのかもしれないし、一番強く言われているのはやっぱり疑う気持ちを自分でどのようにそこにエネルギーを注がずに自分にとってプラスなものを探していくか、そして本当にいいと思ったものであればそれを信じてやっていくっていうことをすれば超えられるんだなっていう感じがしました。
はい、いかがでしょうか。なんか通じましたでしょうか。ちょっと仕事のこと見てますね。お仕事ね、すごく今強い時ですから、何か役職を任されるみたいな提案があったりとか、そういう申し出もあるかもしれませんしね。自分がそうしたい、独立したいとかっていうふうに思うっていうこともあるでしょうしね。お仕事はカップの10です。そして運命の輪です。はい、ワンドのキングというカードが出ていますね。お仕事に関してとてもいいです。とても満たされているし、周りの人もお医者さんはすごく認めていますね。そして運命の輪が出てるってことは、やっぱり今タイミングなんですよね。今って別にこの2月の後半だけじゃなくて、2月の17日以降8月までのこの半年間で自分の世界が変わるよっていうふうに言われてるわけです。でそれには認めてくれる人や応援してくれる周りの人がいるよねっていうことと、ただ自分だけがその力を信じきっていないみたいな感じがあり、いやあるんですよ。ワンドのキングですから、キングになれるのになりきれてない自分の意識があるんじゃないかなって感じがしました。はい、ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係はワールド、お月さん、ワンドの5ということで、人間関係非常にいいです。いいですってなんか一言で言うんじゃなくて、自分が今まで作ってきた環境、世界との自分が今まで生きてきた環境とか世界での関係性っていうのは十分に成り立ってますよっていうふうに言われてます。そしてやっぱり日々いろんなお仕事だったりとか趣味だったりとか習い事だったりとか、いろんなね、子供の付き合いもしろ何にしろ地域の付き合い、そういういろんな人との付き合いうまくこなしてますねっていうふうに言われていて、だからこそこの人とだけみたいな感じじゃないんですけど、ちゃんと自分なりの人間関係を構築してますよっていうふうに言われてます。でなぜかそれに対してこれでいいのかなっていうまた疑いを自分にかけているって感じがします。お月さんっていうのはこれからどうなるのかなみたいなちょっと不安定な気持ちだったりするんですけど、相手の気持ちなんて全然わからないじゃないですか。だけど自分は十分に今うまくやっているって思ってみてほしいんです。人間関係において何がベストかなんて関係性同士の中で決めていくことだから、決まりきったものがないですよね。その24時間365日ずっと毎日この人と仲良くしてるから人間関係がいいとも言えないし、まんべんなくいろんな人と関わって友達いっぱいいるけど、この関わるのは年に1回だけっていう人でもそれはいい関係とも言えるかもしれないし、なのでこれまでの環境の中で大下さんもうすでに自分なりの関係性の築きをやってきたじゃないですかみたいな感じで言われて、それうまくいってますよって言われてるんですね。なのであえてここで何かを心配する必要はない感じ。そしてもしここから新しい関係性を、生み出したいなって思われてる方は、自分の忙しさとか自分が関係性だけに没頭できない状況っていうのを分かった上で関わってくださいっていうのがメッセージかなと思いました。なんか誰でもそうですよね。自分のことを犠牲にして相手とうまくいくって無理がありますから、自分にとってはこれぐらいの関係で関わりたいんですっていうのをはっきりさせておくことでそういった世界を築けるよって言われてるような気がしました。はい、ということでいかがでしょうか。もし何か通じたよって方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚、2月後半の大下さんへのメッセージ、オラクルカード引いてみますね。ちょっと待って。はい、いいですね。フリーダムというカードが出ました。皆さんも何かこのカードをじっと見て感じることがあれば受け取ってくださいね。はい、動き続けましょうみたいな感じがしますね。行きましょう、もう手放しましょうみたいな、そんな感じです。もう本当に鳥かごから出て羽ばたいていくようにこれから行くんじゃないですか、大下さん。はい、ということでありがとうございました。また素敵な時間をお過ごしください。失礼します。